皆さんこんにちは。さてこの ZR-V なんですけれども、我が家に納車されてから1年9ヶ月ほどの期間が経過いたしました。非常にですね、気に入って乗っている、他の車にないところが多くて、とてもね楽しく毎日この車乗っているわけなんですけれども、最初本当に納車されたばかりの頃ってこの車のネガティブな部分とかもいろいろ垣間見られてしまって、ちょっとねこの点気になるなとか、あの点ちょっとどうにかなんないかなとか、そういうところが先行してずっとね目についていた。でそれがですねこうずっと乗っていく中で、その印象であったりとか、この車に対する感覚っていうのが変わってきて、今は本当お気に入りの車になってきたというところであります。今回は私が本当納車された当時、この車に対してネガティブな部分、どんなところを思っていたのか、ここの点気になるな、そういうところどんなところを思っていたのか、でそれがどのようにその印象変わってきたのか、ここについてお話の方をしてみたいと思います。最初にこの車が納車された時に何を思ったのか。ホンダ車っていうと、ベゼルもそうですしフィットもそうなんですが、非常に緻密な車作りがなされていて、使う人にとって角が取れたような、そういう使い勝手がある。それがこの ZR-V に関して言うと、これ動画でも伝えてますけれども、例えばパワーバックドア閉める時に大きい音を立てて閉まるであったりとか、あと今をここちょっと開けてみますけれども、こんな感じですね。この音、これ結構でかいですね。サイドのガラス開ける時の音が結構大きい。日々触ったり動かしているところで目につくところがちょこっとあったりして、この辺もうちょっとできなかったのかな、手ができなかったのかなっていうところを感じてしまったっていうのがあります。でそれとですね、もう一つがやはりこの室内の匂いっていうところ、これも動画でもねよくお話をしていたものなんですけれども、本革シートを使っているっていうところが起因しているのかもしれないんですけれども、とはいえね、ちょっとね酔いやすいような室内の匂いっていうのがあって、そのあたりも当初これきついなっていうふうに感じていたポイントでもありました。もう一つ、気になっていたポイントって何かなっていうと、この乗り心地のところが上がるかなとは思っていました。これもよくお話ししてて、ちょっと足固めですよっていうことは伝えてるんですけれども、例えばフィットであったりとか、ベゼルといった車から乗り換えて乗る、もしくはカローラクロスが当時ありましたので、カローラクロスからこちらに乗った時に、結構来るねと、見た目が高級感が非常に溢れているので、乗り味も柔らかいんじゃないかなっていう先入観もあったんですよね。もうちょっと手当てできたんじゃないかなっていうところが、ちょっとモヤモヤしたところが、まさに納車して、乗っていく中で感じていたポイントでもあったかなと思っています。実際じゃあこれ乗ってきてその辺りの印象どう変わるのかっていうところなんですけれども、まずこのドア開く音が結構大きいであったりとか、バックドアのところがバタンって大きい音立ててしまうとかっていう、その辺りに関しては、パワーバックドアに関しては、特に気にはならなくなりました。後ろのバックドアをもう常時開け閉めするわけじゃないのでそんなにとは思うんですけど、このサイドのこのガラスを開ける時の音はやっぱりでかいなっていうのは未だに感じます。時駐車場に入る時、発見器から、駐車券を取りましょうという、そういったことをする時に必ずここを窓って開けますよね。ちょっとねやっぱ音でけえなっていうのは未だに思うんですけど、これってこの車自体の気密性がものすごく高くって、声も反射して聞こえる、外からの音の入り込み、そのロードノイズとかに関して言うとどうしても高鳴ってしまう場面っていうのはあるんですけれど、絶対的な遮音という意味では外を走っている車のエンジン音であったりとか走行音とか、そういった外の音に関して言うとやっぱりね静かなんですよ。ベゼルであったりとかフィットであったりとか、他のホンダ車と比べてもそうですし、カロラクロスとか他のメーカーの車と比較しても、外の走っている車とか、今も電車走ってますよね。いろんな騒音って外あると思うんですけど、その外から入ってくる音はやっぱり抑えられてるなと。でこれが多分窓が力いっぱいバチッと閉まって、そこのところがしっかりと気密性が高くて、気密性高いところを窓を開けるもんだからガツっていうのは強い音がすると、そういうものなのかなと思った時に、静粛性であったりとかを支えているもとだから、しょうがないのかなっていうふうに思う。要はこの車のいいポイントっていうんですかね、ストロングポイントっていうところを支える要素としてそれが出てるっていうふうに思うと、ちょっと気持ちが全然変わってきたなというのがありますと。
乗り味の硬さっていうんですかね、足回りの硬さっていうところ、ここに関してなんですけれども、動画でもよくお伝えしてますけど、未だに硬い時は硬いんですよ。特に低い速度域で走る時は結構車揺れるなっていうような印象っていうのもあると。何千キロと乗ってきて、サスペンションであって足回りがこなれてきて、慣らし運転が終わると乗り心地がすごく良くなる車とかも世の中あったりはすると思うんですけど、この車に関して言うと別にそんなに劇的にこの何千キロと乗ってきたから柔らかくなりました、足回りがもう確実に変わってすごい乗り心地良くなりましたっていうことはなくって、僕は当初感じた通り、特に低い速度域で荒れた路面走った時の揺れっていうのは結構来るなというところは未だにあります。ただね、高速道路であったりとか速い速度域で走る、または峠道、そういうところで持ってった時には、この足の硬さっていうところ、しっかり感っていうのが本当に寄与して、すごくしっかりフラットライトで走りますし、このワインディング走る時にも粘る、ステアリングをクッと切り込んでいた時の車の挙動、姿勢っていうのが本当に安定してるんですよね。あれって柔らかい足回り、もしくは乗り心地がすごく良くてふわっとしている足回りだとなかなか出せない世界観なんだろうなというところは、この車を旅によく持っていく中ですごく感じるんですよね。そこってやっぱりこの低速域、低い速度域で走る時の乗り心地は少々犠牲になるけれども、でもこの高速道路走る、ワイニング走る時の運動性能であったりとか、乗っていての楽しさっていうところにやっぱりつながってる部分なので、これはしょうがないかなというふうに思うようになりました。この車が進化を発揮するタイミングで、しょうがないかなっていうふうに思う。一回そう思うとね、実際走っていて、確かに硬いし、もう揺れるねとか、いいかな。それ以上にね、いいところあるから、もう全然いいかなっていうふうに、思うようになっていったと。そういうところかなと思っています。あとですね、この車には、これ BOSE のスピーカーが標準でついてきています。で、私、あまりそのオーディオに詳しくないですけども、それでもね、そんな私でも知っている有名メーカーが BOSE。この BOSE っていうのを、他の車とか、いろんな車買ってきましたけれども、オプションで付けるとなるとすごい高いんですよ。なかなかやっぱりついてる車ってすごいっていうイメージがある。で、これがこの車に一応標準で付いてくるっていうところだったので、最初それを見た時に、すごいなって思う反面、その分車両本体価格に跳ね返ってるんで、スピーカーなくてもいいのかなとかって、ちょっとね、半信半疑な感じでこの車納車されました。ブワーッとちょっと大きく鳴らしたりしていた時に、これまで他の車で聞いていた音とは違って、この曲ってこんな音あったんだとか、重低音も響いてドス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 っていうすごくねお腹に響くようなね、いい音がねバン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 出てきて、あれこの曲ってこんなに激しかったっけとかね、そういうところはね感じてびっくりするっていうことがあって、そこでねこの BOSE ってやっぱりすごいんだなと。やっぱこれをつけてきてくれたっていうのはすごいなと思うのと、やはりこの車自体の静粛性を高くしていると、そういうところでやはりこの音楽をより良い環境で聴けるスピーカーからいい音を聞くって、やっぱり車自体の静粛性に自信がないとメーカー側も標準でつけてくるってことはないと思うんですよ。その自信っていうところをね、この車に乗るようになって、ZR-V ってこのテッパすごいんだなっていうところを再確認できたポイントで、そういうところもね、やはりこの当初あまり期待していないというか、そこまで重視してなかったポイントで、これすごいなっていうふうに感じるところも出てきた。このあたりもね、この車に対する評価っていうのが変わってきたところの一因なのかなと思います。ということで、今回はこの ZR-V という車、納車直後の時に乗る中で、少しネガティブに思っていたところ、最初の評価としてちょっとこの点なんとかならないかなとか、そういうふうに思っていた部分があった。そこが実際にこの車に1年9ヶ月乗る中でどういうふうに変わってきたのか、何がきっかけでこの車に対する評価っていうのが変わったのか、ここに関してお話の方をいたしました。今回の動画面白かったな、参考になったなと思っていただいたでございましたら、よろしければ高評価ボタンだけでも押していただけると嬉しく思います。チュンチュン TV では今後もこのホンダ ZR-V に関する動画の方を出していくことを予定しておりますので、よろしければこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。